こんにちは、たかしです。本日は5月7日土曜日、週末ですので、来週9日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。週足はここにエリオット波動をイメージしております。それが1、2、3、4、5。今5波が終わったのか、それとも5波の途中なのかというところですね。ただここしばらく見てますと、かなり上値が重く感じます。この長い上髭を境にそこから下落してきております。ただ今週のローソク足っていうのは、先週のこの長い下髭陰線のローソク足のハラミ足になっている状態ですので、ここをどちらに抜けるかっていうので今後の方向性が決まってきそうですが、来週もうしばらくはこの付近ですので165円と160円ぐらい、この辺の間でのレンジになってくるのかなという、そんな印象を持っています。現在はこの GMMA との乖離解消に動いていると考えてますので、値幅調整になるのか日柄調整になるのかというところですね。今はここでじりじりと三角持ち合いやレンジのような形になって、この GMMA が上がってくるのを待つんじゃないかと見ております。で、ただ、ここエリオット波動のね、この5波がここで終了したと考えますと、ここから修正波に入っていきますので、A、B、C となってきます。で、その修正波のターゲットっていうのは、このフィボナッチリトレースメントの 38.2%。このオレンジのラインですね、価格では 151.5 円ぐらい。それか、もしくはこの4波の安値ぐらい、148円、149円付近。この辺付近まで下落する可能性がありますので、このエリオット波動が完成したのであれば、この辺付近までの下落が考えられる。ただ、今はまだ、この黄色の平行チャンネルですね。ここ数ヶ月揉み合ったところの、この、平行チャンネルの上限ですね。ここがサポートになると考えてますので、今はこの辺付近、158円とか159円ぐらいまで下がってきたところでは、ここがサポートになって、ここから切り返すんじゃないかというふうには考えてます。その辺付近がちょうど GMMA との乖離解消するポイントでもありますので、この辺からの反発上昇を見込んでるんですが、さらに深く入ってくるようですと、一旦このトレンドライン、この赤いトレンドラインですね、この辺付近までの下落、そして、この黄色のライン、149円ぐらいまでの下落は視野に入れておいた方がいいかもしれません。現在、インジケーター、ストキャスティクス高値圏からデッドクロスしてきております。この過去のデッドクロスも見てますと、比較的まだここから下落するんだろうなという感じ。しかもまだ今、デッドクロス下手ですので、ここからまだまだ下落しそうな雰囲気ではあります。で、過去のこの下落の幅を見てますと、ここですね、この辺だいたい900ピップスぐらい落ちてるんですけれども、今もだいたい800ピップスぐらい落ちてきてますので、そろそろ、ここと同じぐらいの価格は避けてきてるんですが、ストキャスティクスまだデッドクロス下手ですので、ここからまだまだ下落すると考えると、この辺ぐらいまでは下落してもおかしくないのかなという風にも見れます。一旦はこの黄色のラインで反発するとは考えてますが、ここを下抜けてくると大きく下落する可能性がありますので、その辺は注意が必要ですね。では、日足です。日足ではここの3損ですね。ここに3損を描いて下落しそうな雰囲気。ただ、この3損の左肩のここですね。この部分を割ってはきてませんので、今、基本的には安値を切り上げている状態なんですね。なので、ここから反発してくれば、このまま上昇トレンドに回帰していくんですが、今気になるのはこの GMMA のこの刺さり具合ですね。一回ここで深く刺さって、反発したんですけれども、結局上げきれずにもう一度深く刺さってきてます。そうなると、この GMMA、今ちょっと横向いてきてるんですが、この上昇トレンドが終わりに向かっていくという風にも感じられます。インジケーターも総じて弱いです。先ほど週足のところでこの辺でのレンジになるのかなっていう話をしたんですが、今この辺が少し怪しくなってきたなとは考えてます。なので、この高値を抜けない、この安値を抜けない、この間での動きが乏しくなってくると、この GMMA が横向きになってきて、そして、今度は下落に向かっていくことになりますので、そうなると大きく下落、先ほど日足で言ってたこの辺付近ですね、までの下落っていうのは考えられるのかなと見ております。今は一旦、ここ、158円ぐらい、この上限っていうのはサポートになってくると考えますので、一旦の反発はすると思いますが、その反発が弱いようですと、結果的にはここでのトレンドをつけて下落してくるというような動きにもなってくると考えられますので、その辺は注意が必要ですね。今は上位足が少し怪しい状態になってきましたので、ここから下落の方に向かうんじゃないのかなというふうにも見れます。
今、日足の GMMA、ここで大きく来週反発してこなければ、ここからは一旦下落の方が優位になってきそうな雰囲気ですので、ちょっとその辺が気になるところです。では4時間足です。4時間足ではここに緑のエリオット波動をイメージしてまして、その修正波が今途中なのか終わったのかというところですね。現在ここ、紫の点線が1時間足の目線切り替えポイント、このオレンジのラインが4時間足の目線切り替えポイントと見ております。この黄色のラインは先ほど日足で言ってました平行チャンネルの上限です。なのでこの辺っていうのは強いサポートになると考えるんですね。4時間足の目線切り替えポイント、そして日足での、数ヶ月揉んだ、レンジでの上限となってきますので、158円から159円、この辺付近っていうのは強く反発してくるとは考えるんですけれども、今ここからどうなるかですね。先ほど日足での3損がこれですね。ちょっと4時間足で見るといびつなんですけれども、それが完成していくと大きく下落する可能性。ただここ、金曜日でしたので値動きがあまりなかったということも考えられるんですが、今下髭をつけてきておりますので、一旦の上昇しそう。ただ、4時間足も GMMA は下向きということでトレンドとしては下なんですね。ですので、上がってきてもまたこの GMMA で抑えられて下落してくるというふうには考えられます。今、目線としては4時間足も日足も上、そして上昇トレンド中ではあるんですけれども、上位足のインジケーターがだいぶ怪しくなってきております。4時間足に関しては方向感がないですね。ですので今 GMMA が下向いてますので下落優位、日足も週足もストキャスティクスなどが怪しい状態になってきてますので、基本的には上値が重い展開が続くんだろうというふうに感じます。週足の GMMA との乖離解消に動くと考えますと、ここでもう数週間もしくは5月いっぱいはこの辺でのレンジになってくるのかなというふうにも考えられますので、今はどっちつかずというような状態が続くんじゃないでしょうか。一旦は下値は硬いとは考えます。ただ上値も重いという風に見れますので、下がったら買われて上がったら売られてみたいな、そのような状態がしばらく続きそうな雰囲気ですので、トレードはしにくくなるかもしれませんね。基本的にはインジケーターが弱そうですので、上がったら売られるんだろうなとは見ております。ただこういったここでのダブルボトムだとか、ここでの4時間足の目線切り替えポイントのこのオレンジのライン、そしてこの黄色の平行チャンネルの上限ですね。この辺っていうのは強く反発してくるポイントでもありますので、その辺まで引きつけてのロング、そして大きく上昇した時はこの GMMA との接触のところぐらいでの戻り売りみたいな、その辺でのトレードをしていくといいんじゃないでしょうか。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。